母は重度の強迫性障害を患っていた。私が生まれたその日、双子の妹リディアよりちょうど 0.3 ポンド重かった。だから母は私を体重計に乗せた。私には毎日最低限の水しか与えず、リディアと小数点以下まで体重が一致するまで飢えさせた。私は泣き叫び、上に震える乳児の泣き声が響いたが、母はリディアの飲み残した粉ミルクや母乳を冷蔵庫に入れるだけだった。母はリディアに1日8回授乳した。結局、妹も私も病院に運ばれた。私は重度の栄養失調。リディアは意外にも冷蔵保存された腐ったミルクによる食中毒だった。しかし、それだけでは終わらなかった。私たちが成長するにつれ、体重は自然に再び差が開いた。母はリディアを危険なほど過体重になるまで食べさせたが、私の自然な細身の体型には我慢ならなかった。そしてついに、私が重度のアレルギーを持つ高脂肪の肉を無理やり食べさせたのだ。こうして私は窒息死した。次に目を開けたとき、私は再び母の体内にいた。1、私は死んでいた。喉に詰め込まれた高脂肪の肉が重度のアレルギー反応を引き起こし、気道が腫れ上がり、一口の空気も吸えなくなったのだ。しかし、死後、私は再び羊水に包まれる暖かく柔らかな安らぎの中にいた。この感覚安全で暖かく、すべてを包み込む空間が、私が知る唯一の母性的な愛情だった。そして、かすかな静寂を切り裂く鋭い声が聞こえた。先生、2人の子供を全く同じ時間に産む方法はありませんか？ハリントンさん、それは物理的に不可能です。子宮口の大きさには限界があり、2人の赤ちゃんを同時に出産することはできません。懐かしい言葉が霧を切り裂いた。小さな稲妻のような衝撃が生まれたばかりの私の脳を走った。案の定、次の言葉が記憶通りに続いた。構いません。必ず2人を同時に出産させてください。さもなければ、重大な過失と精神的苦痛で医師免許を剥奪します。この週で二度と医療行為ができないようにしてやります。それは母の声だった。彼女のセリフが記憶と完全に重なり、恐ろしい真実が確信に変わった。私は生まれ変わったのだ。私は再び彼女の体内にいて、彼女は分娩台の上にいた。前世、母は占星術師を雇い、幸運な赤ちゃんのための黄金の時間を算出させた。しかし、2人の胎児がいるため、同じ瞬間に産むことは不可能だった。死母の冷たく残酷な表現によればは野心が強すぎて、我先に出たがった。顔を出した瞬間、私は不運な子の烙印を押された。リディアは幸運で、数分後に計算された時間枠ぴったりに生まれた。だから、医師が私が 0.3 ポンド重いと告げたとき、母は私を一別さえしなかった。眉を潜め、私への減量命令を下したのである。私は母乳を一滴も口にできず、すぐに過酷な食事制限を強いられた。そのせいで私は最初から栄養失調になり、栄養を吸収する能力に永続的な影響を与え、虚弱で痩せたままだった。一方、母は母乳が過剰だった。リディアの飲み残しをすくってボウルに入れ、冷蔵保存した。リディアは1日8回授乳された。その結果、私たち2人は小児科病棟に入院することになった。私が発育不全で、妹が腐ったミルクによる慢性食中毒だったからだ。2、今回は担当医は母のあからさまな脅しに激怒したが、彼女が出産間際であることを目の当たりにし、怒りを押し殺して対応を続けるしかなかった。しかし今回は私は抵抗した。食いしばり、最初に出ることを拒否したのだ。難産です。合併症が発生しました。ご家族、緊急帝王切開を推奨します。
すぐに同意書に署名してください。ダメ。帝王切開で生まれた子は鈍くて障害を。絶対に切らせない、自然分娩で産ませなさい。その鋭く甲高い声は、私の母方の祖母、エレノアのものだった。もし母が死刑執行人なら、エレノアは彼女に歯を渡す役割だ。二人は揃って、おとなしすぎて口を挟めない父、マーカスを押しのけて暴走した。こうして、母は自然分娩にこだわり、大量出血のリスクを冒して私たち二人を出産した。当然、母は疲れ果て、医師をでっち上げのハラスメント訴訟で脅し続ける余力もなかった。今回は、私たちのどちらも幸運な赤ちゃんではなかった。全く同じ条件で人生をスタートさせたのだ。ただ、私がリディアより 0.3 ポンド重いことだけは変わらなかった。マーカス、体重計をあと10台買ってきて。信じられない。あの子たちは双子なのに、どうして体重が違うの？母は髪をかきむしりながら、私たちを8回も測った後、取り乱した様子だった。エレノア祖母は、他人には暴君だが、母には喜んで従う召使いだった。彼女はすぐに指示に従って駆け出した。しかし母の失望をよそに、私たちの体重はどの計りでも異なっていた。母は崩れ落ち、純粋な嫌悪の表情で私を指さした。あの子を連れて行きなさい。いつも我先に出たがるんだから。きっと体内でリディアの栄養を横取りしたに違いない。何日か植えさせておきなさい。そうすれば謙虚になるわ。前世、私の生涯にわたる消化器系の問題はまさにここから始まった。生まれ変わった今、私はその悲劇を繰り返させない。母の前で泣き叫んでも無意味だったそれどころか、彼女の私への嫌悪を深めるだけだった。だから私は午後4時に父、マーカスが帰宅するのを待ち、そして泣き叫び始めた。私はこれ以上ないほど必死で哀れな泣き声を絞り出した。父は恐怖で震え、靴も履き替えずに家に駆け込み、必死に私を探し回った。父がようやく私を見つけたとき、私の喉はカラカラだった。彼は洗濯機のドラムの中で私を見つけたのだ。3. そう。私は洗濯機のドラムに入れられていた。母はエレノア祖母に私を植えさせろと言った。しかし祖母が背を向けるたびに、私は食べ物を求めて這い出そうとした。業を煮やした祖母は、ただ私を洗濯機に放り込んだだけだった。見えなければ気にならない。通り、一体どういうことだ？なんで赤ん坊をこんなところに？父は驚きのあまり、まずエレノアを叱ることもできず、母に向き直った。お母さん、なんでドラムに入れたんだ？あの子を痩せさせろって言ったじゃないか？ここで揺さぶれば運動になるだろう？エレノアは全く悪びれる様子もなく言った。普段は控えめな父もついに爆発した。彼はエレノアに向き合った。お母さん、洗濯機は服をかき回す機械です。もし重大な怪我をしていたらどうするんですか？怪我？私はあなたより何十年も長く生きてきた。何をしているかわかってるわよ。エレノアは父の大胆さに顔を真っ赤にした。私に口答えするんじゃない。しかし今回は父も本気で怒っていた。彼は祖母の怒鳴り声にも負けず譲らなかった。母が仲裁に入るまで怒号は止まなかった。マーカス、私の母はあなたの目上よ。失礼なことはやめなさい。赤ちゃんは無事じゃないの？なんでそんな大げさに騒ぐの？父は二人が出会った頃は貧しかった。母は彼のそばに残り、事業を築くのを助けてくれた。父は母に恩義を感じ、常に彼女に譲歩していた。母の言葉は父の怒りを一瞬で鎮めた。彼はただ何かが起きてからじゃ遅いんだとつぶやきながら部屋を出ると、
私を抱いて書斎に連れて行った。私は空腹を伝えようと、1時間ほど父の手を噛み続けた。彼はようやく理解し、新たな決意を胸に、私を連れて母のもとへ授乳を頼みに行った。しかし彼女は冷たい無関心さで私たちを見つめ、2人を締め出した。あの子はリディアよりすでに 0.3 ポンドも重いんだから。なんで授乳しなきゃいけないの？ 4. あの日、父の顔に浮かんだ生々しい衝撃と怒りは一生忘れない。彼はドアをバンバン叩き、彼女に懇願したが、母は微動だにしなかった。激怒した父は、すぐに私を連れて書斎に戻り、高品質の粉ミルクを1箱買ってきて、自分で私を育て始めた。前世、私は洗濯機に入れられていなかった。父は軽く別れを告げて出張に出かけ、私はそれを母の残酷さへの彼の暗黙の了解だとずっと思っていた。しかし今、明らかになった。父は私を愛していたのだ。彼はネットの掲示板を調べ、小児科の看護師に電話し、育児に専念した。私はすくすくと成長した。健康で、ぽっちゃりして、痛みもなかった。その変化は、母が気まぐれで私の様子を見に来た次の機会には、明らかだった。この成長こそが、彼女を完全に自制心の枠を超えさせた。マーカス・ハリントン、あの子は食べさせちゃいけないって言ったでしょう。なんでこんなに太ってるの？母の爪が私の柔らかな赤ちゃんの肌に食い込んだ。私は泣き叫んだ。父はすぐに私を彼女の手から引き離した。私の体重は父の一番の自慢だった。彼は誰にでも私を見せびらかし、自分で育てていると自慢していた。母が私を太っていると言ったとき、彼はすぐに防御的になった。赤ちゃんはちょっとぽっちゃりしてるものだよ。とってもかわいい。彼は満面の笑みで言った。しかし母はヒステリーの瀬戸際にあった。彼女は父にすぐに私を連れて帰るよう要求した。私はまたあの10代の体重計に乗せられた。今度は私はリディアより丸々1ポンド重かった。私たちは双子というより1歳離れた姉妹のように見えた。母の顔色は明らかに曇ったが、父は私の健康に気を良くして、ますます楽しげにおしゃべりを続けた。ほら、ミアはとっても元気だよ。リディアはすごく弱々しく見えるよ、通り。彼女も僕に預けてみない？君も少し休めるし。彼の意図は親切だったが、母の頭の中では、彼は彼女の計画を台無しにしただけでなく、今それを誇っているのだと思われた。5. マーカス、見てよ。もう双子に見えない。ミアはまるであなたが小さな豚にしちゃったみたい。二人は双子だよ、通り。なのに今では全然違って見える。母は泣き出した。純粋な欲求不満の涙だった。父は彼女の強迫性障害についてよく知っていたが、彼女を説得しようとした。双子が違って見えるのは普通だよ、通り。この世に完璧に同じ二人の人間はいないんだ。特に二卵性双生児ならなおさら。彼は理性的になろうとしたが、彼女は耳を貸さなかった。彼女は父の顔を平手打ちした。マーカス、他の人がどうだっていいの。私の子供たちは同じでなきゃいけないんだ。彼女の服、髪型、体重、何もかも見てよ。彼女にとってすべての過ちは私と父にあった。もし私が話せたら彼女に聞いただろう。なぜあなたの育て方が間違っているんじゃないの？なぜ私はリディアを基準にして生きなければならないの？私は姉の方で先に生まれた子だ。それでも私は理解できない。なぜこの2度目の人生でも彼女はまだリディアを好み、常に彼女を完璧の基準にするのか。不当な平手打ちは父の限界を超えさせた。
彼のたまりにたまった不満と怒りが爆発した。トーリ・ハリントン、あなたは本当に自分だけが世界で正しい人間だと思ってるのか？彼は怒鳴った。僕が歯磨き粉を真ん中から絞ったら間違い。左足で家に入ったら間違い。黒のスーツにグレーのネクタイを合わせたら間違い。夕食をあなたが決めた順番通りに食べなかったら間違い。そして今、健康な子供が間違いだって。通り、病気なのはあなただ。僕はもうこりごりだ。父は背筋を伸ばし、挑戦的な態度で、私が長年心に秘めていた言葉を口にした。母は驚きのあまり言葉を失い、彼の言葉か、突然の恐ろしい反抗のどちらかでよろめいた。重い沈黙が訪れた。そして、堰を切ったように涙が流れ出した。彼女は何も言わなかったが、涙は壊れたダムのように彼女の方を流れた。結局、父は折れた。6. しかし彼が謝ったのは怒鳴ったことだけだった。育児の問題では頑として譲らなかった。私の健康、すくすく育つ体という確固たる現実が彼の最強の防衛だった。厳しい緊張はリディアの突然の激しい痙攣によって破られた。彼らはすぐに私たち2人を病院に運んだ。前回、私たちは一緒に入院した私が栄養失調で、リディアが腐ったミルクで。今回はそれと同じだった。結果が戻り、医師の苛立ちは明らかだった。子供たちは小さすぎてわからないが、大人のあなた方は？どうして赤ちゃんに腐ったミルクを飲ませるんですか？母の最初の反応は否定だった。ありえない。診断を間違えてるわ。医師の警告を無視し、彼女はリディアを連れて街中のあらゆる診療所や病院を駆けずり回った。結果はいつも同じだった。診療所巡りのパニックと彼女の基礎疾患が相まって、リディアの状態はさらに悪化した。彼女は集中治療室に入ることになった。母はついに崩れ落ち、病院の廊下でしゃがみ込み、叫びながら責任転嫁を始めた。これはあなたが全然家に帰らないせいよ。妻や子供たちが死のうが生きようが構わないでしょ。さあ、リディアは病気になったわ。これで満足？父はすでにリディアの状態を心配していたが、唖然とした。通り、君が心配なのはわかるが、彼女は僕の娘でもあるんだ。僕だって君と同じくらい心配しているよ。そんなこと、よく言えるわね。見物人の群れが増えた。母は威圧的で、父は健康な赤ちゃんである私を抱いて立っていた。人々の同情はすぐに父に傾いた。見知らぬ人の前で恥をかき、面目を失ったと感じて、母の怒りはさらに激化した。7. 彼女は突進してきて、鋭い爪が私の方に食い込んだ。リディアがあなたの子供だってふりしてる？あの子たちが生まれた瞬間から、あなたの関心は彼女にしか向いてない。リディアを私に押し付けてどこかへ行っちゃったくせに。今さら彼女のことを気にかけるふりなんてよくできるわね。私が傷つけられたのを見て、彼女の悪意の限界に追い詰められた父は、ついに彼女の評判を守るのはやめにすると決心した。もういい。彼は怒鳴った。僕がミアをひいきしてるって？なぜみんなに言わないんだ、なぜ会社を経営している僕が、毎日赤ちゃんを職場に連れて行かなきゃならないのかを？君だ。君が彼女を 0.3 ポンド重いからって飢えさせたんだ。君は君の母親が彼女を洗濯機のドラムに入れて痩せさせようとするのを傍観した。飲みきれない母乳を腐らせても、ミアに一滴も与えなかった。リディアが今病院にいるのは、君がその汚染されたミルクを飲ませたからだ。父は怒りに震えながら、私をしっかり抱きしめて訴えた。群衆はたちまち彼を信じ、衝撃の囁きが広がった。医師たちさえも憤慨し、
母への態度は180度変わった。人前で暴露され、母は怒りに目がくらんだ。離婚という言葉が口をついて出た。父は公の場での騒ぎを鎮めようと必死で、ただ彼女をなだめるために同意した。しかし母は飛びかかり、私を彼の腕から引き離そうとした。二人とも私が産んだのよ。どちらも連れて行かせない。父は話そうとしなかった。揉み合う中で、母は爪で彼の顔を引っかき、血が流れ出て私に滴り落ちた。その見せかけの同意は、突然、冷たい現実へと変わった。今や離婚を望んでいたのは父の方だった。